歩、ダウンフォースとサーキット特性。ダウンフォースは F1 マシンの性能を最大限発揮するためにサーキットの特性に応じて細かく調整されます。各サーキットはレイアウトや路面特性が異なり、それによってダウンフォースの適正値が変わります。これが空力セットアップの重要性が際立つ理由です。1、低速サーキット、モナコグランプリ。まず低速サーキットの代表格であるモナコグランプリを見てみましょう。モナコは市街地コースであり、ストレートが短く極端に低速のコーナーが連続する得意なレイアウトを持っています。そのためドライバーは高いダウンフォースを必要とします。セットアップのポイント、ダウンフォースの最大化、ウイングの角度を増しフロアの高さを調整することで最大限のグリップを確保します。ブレーキングの安定性、コーナーごとの急減速が多いためダウンフォースによるグリップを活用して最適なブレーキング性能を維持します。トラクションの向上、低速での加速時にリアタイヤがスリップしないようにリアウイングでしっかりとダウンフォースを確保します。モナコのようなコースではトップスピードよりもコーナリング性能の向上が勝敗を分ける要素となるのです。2、高速サーキット、モンツァ。次にモンツァのような高速サーキットを見てみましょう。モンツァはテンプレートサーキットとも呼ばれるほどストレートが長くコーナーの数が少ないレイアウトになっています。ここではダウンフォースよりも最高速度が重要になります。セットアップのポイント、低ダウンフォース仕様、リアウイングをフラットに設定し空気抵抗、ドラッグを最小限に抑えることでストレートでの最高速を向上します。フロアの高さを調整、グラウンドエフェクトの効率を調整しドラッグを減らしつつダウンフォースを適度に確保します。 DRS の重要性。モンツァでは DRS の効果が大きく適切な使用タイミングがオーバーテイクに直結する。このようなコースではストレートスピードを最大化することが最優先事項となるためダウンフォースは必要最低限に抑えられるのです。3、バランス型サーキット、スパフランコルシャン。そしてモナコとモンツァの中間に位置するバランス型サーキットの代表格がスパフランコルシャンです。スパは高速ストレートと低速コーナーの両方が混在するためダウンフォースと直線速度のバランスを取ることが求められます。セットアップのポイント、ウイング角の調整、直線での速度を維持しつつ低速コーナーでのグリップも確保できるような微調整が必要。車高の管理、グラウンドエフェクトを活用しつつドラッグを抑える適切な車高設定が重要。ウェザーコンディション。スパは天候の変化が激しいためこのようなサーキットでは万能なセットアップが求められるためチームの技術力とデータ解析能力が試される場となります。サーキットごとのダウンフォース戦略。このようにダウンフォースの調整はサーキットの特性に応じて細かく変更されます。低速サーキット、ダウンフォースを最大化しグリップとコーナリング性能を向上させます。高速サーキット、直線速度を優先しダウンフォースを最小限に抑えるセットアップ。バランス型サーキット、速度とダウンフォースのバランスを見極め最適な調整を施します。これが F1 チームがサーキットごとに空力セットアップを調整する理由です。レースごとに異なる条件を考慮しながら最適なダウンフォース設定を見つけることこそがエンジニアの腕の見せ所なのです。これまで F1 マシンが生み出すダウンフォースの仕組みとそれを支える重要なエアロパーツについて詳しく見てきました。フロントウイングで空気の流れを整えリアウイングで高速域の安定性を確保しフロアとグラウンドエフェクトで強力なダウンフォースを生み出す。これらの要素が絶妙に組み合わさることで F1 マシンは驚異的なスピードとコーナリング性能を発揮するのです。この空力の技術は単なる設計の話ではなくチームの戦略やドライバーの走りにも密接に関わっています。サーキットごとのセットアップ変更、気象条件の影響、そしてレースごとの調整。ダウンフォースはただの下向きの力ではなくレースの結果を左右する鍵なのです。そして F1 の技術は毎年進化を続けています。新しいレギュレーションが導入されるたびにエンジニアたちは創意工夫を凝らし限界を押し広げています。果たして次世代の F1 マシンはどんな空力革新を見せてくれるのでしょうか。その答えはこれからのシーズンの中にあります。次回も F1 の世界をさらに深掘りしながら最新の技術や戦略を解説していきますのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。